で、これが便利な側面もある一方で、暴走して自分のデータが漏洩どこかにしてしまったとか、SF の世界じゃなくて今実際に起きてて、今までガードレールでできることを減らしていくっていうのを、必要なものを足していくっていうような考え方でやった方が育てやすいのかなというふうに思いました。Mac mini の売り上げが今急激に伸びてて、未来人がこの今の動画とか、今現代で AI に対してすごいって言ってる人見たらまだまだそんなレベルですごいと思ってたんだみたいな思う日も来ると思うんですよね。はい、こんにちは。Mac mini が届いて未開封の状態で置いてあるんですけど、今日はこれをなぜ今買ったのか、あとは、なぜ買うべきなのかみたいな話をしたいと思います。僕は今、普段 MacBook Pro をメイン機として使ってて、それ以外にもゲーミング PC みたいなスペックの高い Windows のパソコンも実はいくつかあるんですけど、その中でまた今新しい Mac を買い足すっていうのはかなり謎な行動で、自分でもちょっと前までは想像してなかったんですけど、最近の AI の動向を見て必要な機材だと思って買うことにしました。で、この動画ではそのあたりをお話しできたらと思います。端的に言ってしまうと AI エージェントをこれで買いたいと思ってます。ちょっとこの人によって今 AI に対する解像度がそれぞれで意味わかんないって思う人もいると思うんで、軽くここは触れておきたいんですけど、今現在 AI って多くの人がイメージするようないわゆるチャット GPT みたいなチャットベースのやり取りで質問に対して答えを返してくれみたいな、そういうレベルからはもう飛び出してきてて、人間がこれやってみたいなタスクを命令するだけで、そのタスクを実行するために AI は何が必要なのかっていうのを彼ら自身で考えて、でそのタスクの実行まで実際にやってくれるっていう、そんなレベルの AIが最近出てきてます。で、これが定義としては AI エージェントなんですけど、ただ今それが未発達というかいろんな問題もあり、じゃじゃ馬みたいな性質で多くの人がそいつらを使いこなすためにいろんな努力をしているというような状況です。なので今日はこの動画でそのあたりの話題も絡めながら自分が Mac mini を買った理由を話せればと思います。で、早速理由1なんですけど、AI に対して自由に使っていいパソコンがあった方がはかどると思ったからっていうのが大きな理由ですね。今そういうタスクを実行してくれる AI を作ろうとか、あと構築しようと思った時、一番考えないといけないことって、どこまで AI に作業とかアクセスを許可させるかっていうところは一つ大事なポイントになってきます。例えばパソコンの中でその AI エージェントが1個起動してて、何かデータを処理してって頼んだ時に、チャットベースの AI だったら処理するデータそのものを渡して、当然その AI が見れるデータっていうのはファイルに限られるわけですけど、パソコンの中で動く AI エージェントになってしまうと、結構いろんなことを考えて、よし何やってくれる代わりに、当然その AI エージェントが見れるファイルの量だったりとか、フォルダだったりとかっていうのは多い方が彼らが汲み取ってくれることも多いんですね。だからトレードオフにも関係になっていて、こちらから権限を与えて AI エージェントに自由を与えていけば、彼らは彼らで命令する側が思いつきもしなかったようなアイデアとかを実行してくれる可能性もあると。ただそれをメインのパソコンでやるって結構ハードルが高くて、当然もう大事なフォルダ、ファイルだったりとかもいっぱいあるような状態で、今の AI エージェントはさらにアプリとかパソコンの中に入っているツールっていうのをさらに使いこなそうとするんで、そしたらもうインターネットの外にまでアクセスを広げていくという。で、これが便利な側面もある一方で、やっぱり勝手に AI エージェントはそうやってある意味暴走して自分のデータが漏洩どこかにしてしまったとか、あと他の人をネットを通じて攻撃し始めたとか、そういうこともSF の世界じゃなくて今実際に起きてて、しっかりその利用者側が考えて対策を打っていかないといけないっていう問題の一つなんですけど、そういうところで一般的な考え方としてはやっぱり権限を制限していくっていう、 AI ができることもなるべく制限して、でその安全っていうのを確立していくっていうのも一つありますし、一方でそれを準備というかセットアップしていくことも時間もかかって少し面倒な側面もあるんですよね。そういった時にこういうもう新しいパソコンがあれば、このパソコンの中にあるデータはもう全部触っていいよぐらいの感じで、これはもうなんなら AI のものだと、人間の別に大事なフォルダとか入れてなくて、この中で別に自由に動いてもらっていいぐらいな感じで構築していった方が、今までガードレールでできることを減らしていくっていうのをやってたのを、ある意味ゼロからスタートしてどんどんそこに必要なものを足していくっていうような考え方でやった方が、AI エージェント自体の進化もあるんで育てやすいのかなっていうふうに思いました。で、今 AI エージェントってやるとすごいキャッチーな話題が OpenClaw っていうソフトウェアが最近バズってて、これは簡単に言うと本当に AI エージェントそのものですけど、ツールとの連携が強いというふうに理解してます。パッとサイトとか見ても、例えばメッセンジャーツールとか WhatsApp とか Discord とか
Slack、iMessage みたいなやつとも連携が取れたり、あと Apple のデフォルトのなんかソフトウェアですね、アプリ、ノートとかリマインダーとか、そういうところももう自由に使いこなしたり。で、今これがまあバズって、で、その流れというか、これでMac mini を買うっていう人は実は多いんですよ。世界中で多くて、データ的にも Mac mini の売り上げが今急激に伸びてて、去年の2025年の12月と今年の1月とかでも何倍に増えたっていうデータもあります。僕はこの Mac mini はちょっとそういうミーハーな買い方をしたわけではなくて、一応もっと明確な理由があるんですけど、というのも OpenClaw って別に AI のその本体ですよね、を API として既存のその OpenAI とか、あと Anthropic とか、Google とか、そういうところのAI を API 通して使えば別にスペックなんて全然いらないんです。だからラズベリーパイで動くと言われてるんですけど、なぜか多くの人が世界中で Mac mini を買い始めてるっていうところがあります。で、僕がその別にラズベリーパイとかでいい中であえて Mac mini を選んだっていうのは結構これからのその理由で話していきたいんですけど、その中の一つにもあるのは iOS とか、あと MacOS とかの Apple 系のアプリの開発エコシステムはやっぱり Mac にしかないものなんで、そこのは欲しかったかなっていうのも一つありますね。あと、普段使ってるパソコンが MacBook Pro なんで、当然そのここで AI に任せるとしても、自分がその介入してというか AI エージェントの構築とかに入ったりはするわけなんで、そこの普段の環境との差分も小さい方が脳のスイッチングコストも低くて効率はいいかなと思ってます。で、Mac mini を買った理由その2なんですけど、今後高性能の大規模言語モデルがこのぐらいのパソコンでも動くってことを期待してるんですよね。この動画を撮ってるのは2月7日なんですけど、先週っていうか今週っていうか、本当にこの1週間は AI に関してすごいいっぱいニュースがあって、アンソロピックも新しいそのクロードのモデル 4.6 を出しましたし、コーデックスも新しいバージョンが出たりとか、そういう AI がまた一歩進化した1週間でもあったんですけど、その中でクエンっていう、これアリババが作ってるローカルウェイトな大規模言語モデルなんですけど、これもクエン3コーダー NEXT っていう新しいのがこの1週間で出て、で、それなんかはこの Mac mini M4 で動くっていう報告をしてる方もすでにいます。当然そこはそういうモデルって別に動くとは言ってでもトークン出力のスピードがやっぱりスペックによって全然違うんで、全くこれじゃ使い物にならないっていう速度の場合もあるんですけど、僕がそのいろいろベンチマークの動画とか見た感じでは簡単に使えるようなチャット GPT とかとはなんか全然そのスピードやっぱり遅いかなと思うんですけど、これは今後自分が起きてる時だけにもう動かすわけじゃないんで、24時間365日動かすわけなんで、寝てる時間も動くってことを考えると、全然そのスピードが遅くても夜も動いてたらなんか巻き返せるというか、まくれるような速度じゃないかなというふうに思ってます。で、本当にローカルな大規模言語モデルを動かしたいんだったら、もっとスペックのいいパソコンを買うべきなんじゃないかっていう意見もあると思うんですけど、そういう時こういうディスプレイを持たない Mac で候補に上がるのって Mac Studioだと今思うんですけど、シンプルにそれは予算オーバーで買えませんでした。それから次、理由の3つ目ですけど、やっぱり値上がりのリスクですね。円安、それから物価高今ありますけど、5年ぐらい前までは1ドル100円台とかだったのが150円台で動かない状態が続いてます。で、iPhone の値段とかも実はアメリカでは全然変わってないのに、日本でだけその値上がりが顕著に現れてるっていう状況ですよね。この Mac mini も一応やっぱ Mac の中ではエントリーモデルっていうか、買いやすい方に位置づけられてて、で、10万未満から買えます。そういう風に Apple のサイトでもアピールされてるんですけど、ただ自分が今回注文したやつは、先ほども言ったようにローカルな AI を動かしたいっていう希望もあったんで、ちょっとメモリをマシマシにして20万ぐらいになってるんですけど、ただそれでもその値段でいつまでも買えるかっていうのはすごい怪しいところがあって、自分はそのアナリストでも何でもないんで、これからの経済の動向だったりとか、全然予測に自信があるわけじゃないんですけど、最近のニュースだと去年から今年にかけて SSD とかそういう半導体のメモリ関係ですよね。その辺の値上がりがひどいことになってます。で、当然この Mac mini とかもそういうパーツを使ってますし、このまま次期モデルの生産とか、あと今のモデルの生産もそうですけど、そういうサプライの方に影響が出始めるっていうのは時間の問題かもしれません。あと、需要の増大っていうのも一応見てて、この AI のどんどん利用者が増えてくると、自分と同じような考え方をしてる人が増えたりとか、あと実際データでももう世界中の人が今 Mac mini をなんなら買ってるっていう事実もあるんで、そうするといずれ在庫の方が減ってって Apple も値上げしたりとか、あと中古価格の方も値上がりするっていう可能性は全然あるんじゃないかなと思います。
まあパソコン全体がだから需要が増えて品薄になっていく可能性があるわけですけど、そういう時にMac を選ぶいい理由のもう一個はリセールバリューの良さですね。多分新しい M5 のチップとかって近いうちに出るとは思うんですけど、で Mac mini もそれに換装したマイナーチェンジモデルとかが出ると思うんですけど、そういう時に新しいやっぱりスペックの方がいいってなったら、古い方とかは使用年数とかが短かったら全然高い値段で売れたりで、まあさっきのそのパソコン自体の需要が増えてくるんだったら、それこそ価値がそこまで下がらない状態で手放して、でまあよりいいスペックのパソコンとかに手を出せるっていう、それも Apple の商品を選ぶ大きな理由になってます。そんな感じで今日は Mac mini M4 を自分がなぜ今このタイミングで買ったのかっていう理由と、最近の AI の動向だったりとか、まあ、あとこれからその需要とか増えていくんじゃないかなみたいな話をしました。こういうのを動画に残そうと思った理由なんですけど、本当にその AI の進化が早すぎて、たった2年ぐらい前ですかね、いわゆる AI が多くの人に使われるようにチャット GPT とかが公開されて、今では普通に多くの人が使えてますけど、最初の方とかって全然なんか頼りにならないというか、言い方悪いですけどちょっとバカな面も多かったと思うんですよね。その時のニュースとかを見返してみると GPT 本当に3とか開発者ぐらいしかこう注目してなかったような技術ですけど、それとかでも当時の人が AI がもう人類を滅亡させに来る未来が見えるみたいな慌ててるような、記録があったりとかして、そういうのをなんか考えながら今の動向を見ると AI エージェント本当すごいとは思ってるんですけど、多分なんか未来人がこの今の動画とか今現代で AI に対してすごいって言ってる人見たら、なんかまだまだそんなレベルですごいと思ってたんだみたいな思う日も来ると思うんですよね。なんかそういう意外と大したことなかったものになんか慌てふためてる人を後から見返したら面白いんじゃないかと思って、自分も今の考えとかを記録するようにしました。今後この Mac mini でですね、実際に檻みたいな中で AI を実際入れて育てていくっていう過程は逐一動画にして残していきたいっていうふうに思ってますんで、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。